今日はなんと、ずーっと行ってみたかった、日本にオープンしたハリーポッタースタジオツアーにやってきました。あった豊島園。実はハリーポッターめっちゃ好きで、オタクって言っていいほどではないかもしれないけど、映画は10周してます。今日はそんな魔法の世界を面白いトリビアや裏話と一緒にじっくり紹介していきます。中に入るとなんと、ハリーがドラゴンとの対決の試練で戦ったハンガリー・ホーンテールがお迎えしてくれました。すごい迫力だった。この言葉見るとさ、来年ぐらいにさ、ドラマが始まるのめっちゃ楽しみになった。まずはじめにグッズコーナーに来ました。ここで一つ豆知識なんだけど、予約の1時間前から入れるらしくて、まさかのこのスタジオツアー1周回るのに4時間から5時間かかるらしいから、1時間ぐらい前に入園して、ローブとか杖とか身につけて回りたいもの買っちゃった方がいいかも。30分ぐらい迷って杖が決まりました。ってことで、ちゃんとローブを着て、回っていきます。ちなみにここでは実際に映画で使われたセットや小道具や衣装が見られるだけじゃなく、なんと本場のロンドンツアーにはない日本限定の展示もあるらしいよ。ここではいろんな国のバージョンのポスターみたいなのが貼られてました。ちなみに私はグリフィンドール生としてやってきました。でもなぜか胸についてるのは100ミビーンズのバッジとレイブンクローのバッジです。なんでグリフィンドールかというと、公式の組み分け防止診断ってやつで出たからです。まず最初にやってきたのはホグワーツの大広間。この大広間の扉は実際に映画で使われたセットのレプリカでちゃんと開くんだよ。確か誕生日か記念日とかの人らしくて、全く関係なかったので開けさせてもらえませんでした。中に入ると4つの量の長テーブル。本当にもう映画の中っていうか、もうハリーポッターの世界の中に飛び込んだような感覚になってめっちゃ感動した。ジュリ本当にこの世に iPhone があることが想像できなかったように、いつか絶対魔法を使えると思ってるんだよね。だけだもん。やばい、死の呪文使っちゃった。ジュリ絶対グリフィンドールじゃなくてスリザリンだと思うんだけどさ、みんなはジュリ何の量だと思う？コメント書いてみてね。ここでなんとこのでかい足はルビウス・ハグリッドだ。マジででかすぎた。ちなみに言うとジュリは結構スネイプ先生大好きですね。なんか冷たそうに見えて実は愛情深いみたいなのがほんとたまんない。ちなみにそう、私の杖はなんとダンブルドア校長が初期に使っていた杖です。やばくない？ハリーポッターでもなく、ファンタスティックビーストの時の杖っていう、ちょっと粋なことしちゃった。この白黒のハリーポッター字は、なんかふとした時に名言書いてあるのほんとずるい。次は皆さん心の準備を。うわー！動く階段だー！マジでこれ見た時大興奮したんだけど、再現度やばくない？しかもちゃんと動く肖像画もね、再現されててマジでやばかった。ここで動く階段記念の、アバタケタブラ。ごめんなさい。ついアバタケタブラが出てしまいました。誰かこのピンク髪を魔法界から通報してくれ。のんきに動く階段を動かしたふりをしています。これは魔法じゃありません。なんかさ、映画の中だとさ、この階段は気分屋だからみたいな、方向が変わっちゃうのよみたいなセリフあるじゃん。ってことはこれ魔法じゃなくて生き物って扱いでいいのかな？なんか本当にハリーポッタースタジオツアーに来たからこそ、自分ってこんなにハリーポッター好きだったんだって気づいた。ちなみにこの肖像画、撮影したら自分が映るんですよ。こんなことがあっていいのか？マジでハリポタ好きからしたらもうこんなのはね、夢の世界だよね。そして次はなんと、グリフィンドール寮の談話室です。実際に映画で使われたものを再現してるんだって。これは確かグリフィンドール寮の寝室？かな？なんかさ、ハリーが寝てたのかなとかさ、いろいろ想像してさ、ワクワクするよね。次はなんとスリザリンの談話室です。ちなみにマルフォイ推し。ここではなんと、クディッチの試合に参戦できるんです。イエーイとか、ブーとかやったんだけど、ちょっと恥ずかしすぎてカットしました。ごめんなさい。ジュリさ、現実の世界でもさ、自転車乗れないってことは絶対さ、魔法の杖の杖乗れないよね。ここさ、優勝杯飾ってあってマジで興奮した。ネタバレになっちゃうから誰とは言わないけど、アバタケタブラで殺されちゃった子とかマジでシーン本当に泣いた。ちょっと本当にフランスの先生でかすぎん？ここで憂いのふるいを見つけたので楽しい記憶をここに一旦保存と。いやこれマジでたまたまなんだけどタイミング良すぎて本当ジュリ魔法使えるんだって思っちゃったよね。ちなみにジュリは普段から嫌なことがあると小さい声でオブリビエイトって言います魔法使えて調子乗ってる顔。そしてお次にダンブルドア校長の校長室にやってきました。これは確か不死鳥の鳥フォークスですね。なんか目合ってない
お次にやっぱり魔法は使えるようにならないとってことで魔法薬学の授業を受けに来ました。この時のさ動画とか画像 SNS にも上げてるんだけど、君のための惚れ薬作ってるよみたいな風にあげたらさ、ジョッキでくださいってコメント来ててめっちゃ笑った。なんかさ嬉しいと思ったんだけどさ、よーく考えたらまだ惚れてないってことだよね。頑張ります。ここはなんとスネイプ先生の魔法薬学の部屋。この魔法薬の瓶全部手作りだって。おっとここでなんか嫌な予感がするけど、なんだ誰が出てくるんだ。うわーデスイーターだー。正直ジュリめっちゃビビリだから、こういう場に立ち会ったら一目散に逃げるタイプなんですけど、まあ今日は魔法が使えるんでね。せーの、ストゥピファイ。マジでこれ結構雑音がすごかったからさ、アフレコにしてるんだけど、家でずーっとストゥピファイって言ってんのめっちゃ恥ずいんだけど。なんかストゥピファイ聞かなかったらしいから、せーの、エクスペリアムス。なんか今回聞いてるっぽいね。これは勝ったのかな？音勝ってましたー。ってことで、ボルデモート先生とツーショットです。中二病全開ですいません。今の時代だとボルデモートがさ、行方くらましてもすぐツイートされたりするんだろうね。ここにはね、トム・リドルの日記とかね、レイブン・クローの髪飾りとか飾ってあってめっちゃすごかった。これは新しく作られた高速たち。ついにやってきました。禁じられた森。ジュリさ、悪い癖でさ、楽しみなことがあるとさ、全部調べちゃうのね。だからもうね、ネタバレされすぎてた。その楽しみの一つだったバックビーク。しかもなんと、映画と同じくお辞儀をするとお辞儀を返してくれるらしいです。さて、マルフォイのように蹴られてしまうのでしょうか。ちょっと怪しくなってきた。あれこれはしてくれましたね。よかったです。バックビークと仲良くなれました。これで空に連れてってくれるんですかね。マジで背中乗せて世界中食べさせてほしい。お隣にはなんとケンタウロスさんたちがいらっしゃいました。ガチで動き出しそうでめっちゃ怖い。ここでなんとディメンターが現れました。どうする？うわぁ、なんて情けないんでしょう。本当にもう、このバカチン。ほらちょっと帰ろうとした時にさ、とっさに出たオーラがダサすぎて、ちょっともうほんとびっくりしました。ごめんなさい。これは今守護霊をおびき出すパトローナムをやってますね。何が出てくるんでしょう。何がメジか。ちょっともっとなんかさ、めっちゃ可愛いウサギとかの方がよかったな。ここでまたディメンターがね、大量に現れてしまったので、エクスペクトパトローナムします。いきます。あれ言ってるわ。ちょっと待って、アフレコむずすぎるんだけど。これ確かもう一回やったんだよね。せーの。エクスペクトパトロあれなんかついてる。何してんの？何が起きてんのこれ。しかもなんでさ、ボルデモートのさ、杖の持ち方してるのめっちゃうざいやつの持ち方してるうざすぎて。待って、うざすぎる何これ。ここでそう、目の前にいるのは映画で登場した巨大な雲、アラゴグだー。出てきたー。実はこのアラゴグ、本当に動くロボットなんだって。やばくない？でもアラゴグって確かいいやつだよね。あれ違ったっけ？ハグリッドと仲いいだけで、アグリッドの、あれアラゴグと混じっちゃった。ということでね、ハグリッドの家にやってきました。ちょっとこれ本当に再現度高すぎない？このワンちゃん、ちょっと名前忘れちゃったけど、めっちゃリアルだし、なんかチーズも美味しそうだし、家具もリアルだし、ベッドの上にさ、クマちゃんめっちゃいて可愛いんだけどさ、そもそもこのベッドの大きさ、ハグリッド寝れるん？絶対ちっちゃいよね。ってことで、やっとご飯にたどり着きました。マジでお腹空いて、本当に死ぬかと思った。そう、ここで選ばれたのは、忍びの地図のビーフシチューホットパイ。ここが一番美味しいシーン。あれまあ味は美味しかったんですけど、ちょっと気まずいので、気を取り直してね、バタービールを飲みたいと思います。数年前にユニバで飲んだバタービールよりもなんかめっちゃ美味しかった。甘かった。次に来たのはロンが活躍した魔法使いのチェス。はい、今のはなかったことにして、これはホグワーツの橋です。この橋のシーンいいよね。伝わってください。次にやってきたのはプリベット通り4番地にあるダーズリー家のお家です。早速お邪魔していきましょう。ここがいつも住んでる私のお家です。ちょっとまた変なこと言い出してるけど付き合ってください。モーニングルーティンはこのワンシーンで収められ
そこがいいポイントです。だそうです。もうさ、なんでこんなさ、つまんないのにボケようとするのなんなんだろうね。まだこれ育成中だと思って本当に優しい目で見てほしい。このシーンはね、結構ジュリ好きなシーンで、これ本当にね、なんかすっきりするよね。これさ、思わずどんな顔してんのかなって覗いてみたよ、ちゃんと。てかさ、本当に再現度やばくない？これ絶対誰かの食べかけじゃん。絶対そうだよね。誰か食べてると思う。てか本物混じっててもわかんないぐらいのリアリティがすごかった。見て、やばくない？ Let's not wait for the grass to grow. Come on, move on, move on, move on. お次はなんとキングスクロス駅の9と4分の3番線に来ました。再現度高くない？もうってことはやることはもう一つしかないよね。わかるよね？今から何をするか。躍動感いやー、もっとおしゃれにさ、こだわったさ、写真いっぱい撮りたかったんだけど、これ実はもう5時間歩いてるんですよね。5時間撮っては歩いて撮っては歩いてってしたらもうそれヘトヘトよ。そしてついにホグワーツ特急に乗っちゃいました。ねえ、見て見て見て、これやばくない？これ映画のあのシーン、カエルチョコが、開いちゃった。ねえ、後から気づいたんだけどさ、これ車内座れるらしいよ。知らんかったやん。知らなかったしさ、そんなしていいと思わなかったからさ、撮らなかったのもう後悔してる。待って、これは嫌な予感がするぞ。わ、なんか近づいてきた。近づいてきたよ。どうする？どうしようどうしよう。待って。なんだなんだなんだ。なんだなんだ。わー、ディメンターだー。怖ってかめっちゃリアルすぎん？ってことでお次は魔法省にやってきました。ちょっと本当に映画のまんま。もうせっかくだからね、魔法省の入り口のシーンを再現してみた。どう？ちょっと強そう？ちょっと賢そう？仕事できそうに見えんか。ちなみに編集した動画がこちら。すごくない？これマジクオリティ高すぎてびっくりした。そしてなんとここでハグリッドの顔とツーショットですこれさ、映画の中でハグリッドがこんな作り物だったって気づかんかったよね。ジュリもホグワーツの生徒だったらどんな生徒だったんだろうな。見て、グロープもいたの。この子さ、大きくてさ、ちょっと怖いけどさ、めっちゃ心優しいいい子だったよね、確か。そしてお次にやってきたのは楽しみにしてたダイヤゴン横丁。せっかくなのでグリンゴッツ銀行とツーショットを撮ろうと思って、これ何を頑張ってるかっていうと、これこれはウィーズリー兄弟の作ったウィーズリー・ウィザード・ウィーズってお店のゲーゲートローチで遊んでるジュリです相当楽しんでるようでよかったですねもうね、これフルアフレコでほぼ言ってるからね、もう何時間アフレコしてんのってぐらい、もうこれだって13分ジュリ喋ってるもん。結構疲れたよ。ってことで最後にお迎えしてくれたのはホグワーツのミニチュア模型。まあね、これミニチュアっていうか普通に巨大なんだけどね、これ。高さはなんと4メートル以上だって。映画の中のホグワーツのシーンはこの模型を撮影して CG と合成されてたらしい。ハリポタ好きは絶対に行くべきな場所。映画のセットをそのまま体験できる最高のツアーでした。ぜひみんな行ってみてね。